外でなくて自分の内側にルールを持つっていうことで、このことによって自然と同じような価値観を持ったお母さんたちとまたつながることもできるし、かといって自分とまた異なる価値観を持ったお母さんたちとも関わることができるんです。これが和して同絶。ペンネームまゆさん、30代の女性からいただいたお悩みです。はじめまして。私には来春小学生になる一人息子がいます。保育園のママさんたちとはトラブルになるくらいなら付き合わない方が良いと思い、今まで関わりを持たずに過ごしてきました。しかし役員になったことや習い事で一緒になった同じクラスのママさんたちと関わるようになり、それでも深入りは避けてきましたが、最近飲み会に誘われました。メンバーを聞くと話したことがない方ばかりで、クラスで問題とされているお子さんのママさんもいます。さらにメンバーの中に他のママさんが挨拶をするとニコニコするのに、私には嫌そうに返事をする人がいます。この方は役員会と遠足の時に少しお話ししただけのママさんです。他にも愛想の悪い方もいます。お誘いを受けたのは2回目で、前回は都合が悪くお断りしました。主人がサービス業で週末は不在がちなため、不在を理由にお断りするのは簡単ですが、欠席によって付き合いが悪いと言われたり、子供への影響を考えると出席すべきか悩んでいます。ママ友絡みのドラマやママ友いじめのニュースを見ると、とにかくトラブルは避けたいという思いが強くなりますが、情報交換のためにも広く浅い交流も大切なのかなと、どうしたらよいのか分かりません。主人は一度出席してみて居心地が悪かったり、噂話が出るような会だったら次からやめたらと言います。今後どうするのが最良でしょうか。またどうすれば良いママさんと知り合うことができるのか、見極める力が欲しいです。ご指導よろしくお願いいたします。論語という昔の中国の書物、教えの中に和して同絶という言葉があります。和して同絶、どういう意味かというと、人と和する、人とねこう仲良くする、別にこう角を立てたりせずに「こんにちは」って「どうですか」っていろんな人たちと仲良く話をしたりとか、いろいろな関わりを持ったりとか、だけど動じない、その人の意見とか、それこそ噂話とか悪口とか、そういうものには乗っからない、そのような言葉です。この和して同絶という心構えを持っているのと持っていないの、知っているのと知っていないのでは人間関係は大きく変わってきます。まゆさんのようなお悩みというか、お悩みまでいかないんでしょうけれども、こうどう振る舞ったらいいんだろうっていうことを不安に思ってらっしゃるママさんたちっていうのは少なくないんですね。で、私がいるこの福厳寺にも、同じこの福厳寺の境内寺の中にですね、幼稚園があるんです。で、ママさんたちいっぱいお迎えの時間とかね、お送りの時間になったりすると、こう駐車場で群がってたりするんです。ああ、まゆさんのような思いを思いながらそこにいるという人も一定数いるんだろうなって思いながら見てます。で、まゆさんに対しての処方箋なんですけど、まさに先ほどの論語に出てくる和して同絶という自分の中のルールを持つっていうことね、これがとても大事です。ご主人さんに相談した時のご主人様の答えっていうのは本当明快だと思いますよ。すごいさすがだなって思います。そこへ出席してみて嫌な感じであったり、あるいは人の噂話とか悪口みたいなことで持ちきりになるような会であれば、次から出なければいいじゃないかって。でもわざわざずっとね、私は行きませんピシャって言う必要もないのかなと思います。いろんなお母さんたちと付き合ってみて、そういう中で
情報交換みたいなものも当然あるし、いろんなことを教えていただくこともあるし、で必ずそういうママ友の集まりの中に自分もそこになんとなくいろんなことあっているけれども、本当はここの誰かの悪口の言い合いとかね、保育園とか幼稚園の先生の悪口の言い合いとか、なんかそのママ友同士のあれとか、なんかそういうことに関わりたくないなと思いながら仕方なくいる人っていうのもいるんです。必ずいます。で一見そういうのを上手に合わせているようでいて、本当はそういうのは良くないなって思ってる人もいるんですね。そういうところへだから出ていくということが悪いわけではないけれども、豚にしても犬にしても片方はもう誰が来ても尻尾振って嬉しそうな顔して「ああ」って言って誰にでも寄りついていくのと、自分の心を許した人じゃないと絶対に向こうもね気持ちを許さない。餌だけはもらいますけどって、誰からもらいますけどって、そういう犬もいたりします。いろんなのがいますよね。大人でも一緒なんです。ママ友だって一緒です。こんにちはって挨拶しても挨拶返ってこない人もいるし、なんかね逆にものすごく愛想のいい人もいるし、でもすっごい愛想の良さそうに見える人が実はいつも悪口ばっかり言ってたりとかですごくなんかこの人もうちょっと器用にならないのかなと思うぐらいブスッとしてるんだけど実はすごいいい人だったり、いろいろあるわけですね。でそういうことも和して同絶という意識で関わっているとだんだん分かってきます。で、どうしたらいい人を見つけられるんでしょうか、いいお母さんを見つけられるんでしょうかっていうことをもうおっしゃるんですけども、これはねこの和して同絶の自分の心得といいますか心構えみたいなものを自分で表現することによってそういうお母さんが見つかります。例えばね自分がね私人の噂話とかそういうの好きじゃないんだとかねということをねわざわざそういう集まりに行って言う必要はないんですけども、そういうことを思っている。そして自分はそういう噂話とかそういうことが出てきた時にはそういう時にはすっとそこから「ごめんなさい」って言ってもう去るとかいうことをやってるうちにピンときますよ。あのお母さんもそういうこと嫌なんだなとかね、このお母さんってでそういう人がねやっぱりねそれは一緒に付き合ってれば分かってきます、だんだん。でそうするとね感覚の合う人っていうのが見つかってきますよね。で、そういう、人間関係のやりくりをご修行なさると何がいいかって子供にとっていいんです。お母さんはブスッとしてるわけでもなく、いろんな人たち会ったら挨拶する、いろんな人たちと関わりを持とうとする。でも人の悪口とか陰口とか何か誰かを陥れようとかね、そのいやらしい狭い世界に入っていくということはしないっていうスタンスを持って人とお付き合いなさってるんだなっていうのは子どもたちも見てますよ。周りでキャッキャキャッキャ遊びながら集まって悪口ばっかり言って子どもたちもそういう集まりになります。でもそういう中でこういうことはねってお母さんは好きじゃないのって言ってパッと離れてしまう。自分のルールを持つということがとっても大切なんですね。でも全く関わりをしないということもできないし、いろんな情報も仕入れなきゃいけませんから、自分だけいろいろ幼稚園の情報とか保育園の情報とかなんか子どもたちのとか知らなかったっていうこともあったりするとね困ったりするので、いろんなところから情報が入ってくるようにしておけばいいんです。でまたそういうのが上手な方もあります、人付き合いが。でそういう方がねやっぱりね関わりに行くことによってだんだん見えてきます。嫌なものもあればいいものもある。これが人間社会です。全部除菌除菌除菌ってやってたら、そしたらかえってね何が自分は心地よくて何がそうでないのかってことは分からなくなっちゃうんです。子どもたちも完全無菌状態で将来大人になっていくことってできないんですよ。いろいろな関わりとかいろいろなつながりとか上下関係とか友達関係とかっていうものの中で子どもたちだって悩んでいくわけです。その時にねお母さんはこうやって自分のルールを決めてるのって言って、皆さんともちろん仲良くしていろんなことをやって挨拶もするしてはするけれども動ずることはしない。
お母さんは人の悪口とか噂話とかそういうことで時間を潰すのは嫌なのって、そういうことに関わるのは嫌なのっていうふうにして思ってその場に行くんですね。だからそのようにして外でなくて自分の内側にルールを持つっていうことで、このことによって自然と同じような価値観を持ったお母さんたちとまたつながることもできるし、かといって自分とまた異なる価値観を持ったお母さんたちとも関わることができるんです。これが和して同絶。みんなそうやって噂話を言ってたり、なんか悪口を言ってたりっていうお母さんたちもまた子育ての悩み、家庭の悩み、将来どうしていいかっていう不安を漠然と抱えながら日々一生懸命生きてる人間の集まりであることは間違いないんですね。ですからぜひね、そんなことで子供が保育園デビューする、幼稚園デビューするというのはある意味またお母さんも新たな人間関係のデビューをすると思って、ただそのデビューの最初にあたってですね、ちゃんと自分のルールを決めておく。人が何人か以上集まれば必ずいろいろなことが起きますよ。その中で自分はどうあるのか、ね、その基本は幼稚園で学ぶ、保育園で学ぶと思います。人の悪口を言わない、何かあったら、ね、自分が間違ったとしたりなんか迷惑かけたらごめんなさいという、ね、そして、誰かが喜んでたら一緒に喜んであげる、誰かが悲しんでたら一緒に悲しんであげる、そういう当たり前のことを子供が生まれたからこそ、育ってきたからこそ親としてね教えたいと思う。それを口で説教するんじゃなくて、自分がそのように人間の基本に立ち返って生きてみるということをすることによって、子供たちは自然とそのお父さんとかお母さんの後ろ姿を見て育つんです。なんかそういう関わりに出たくないと思ったら、本当そう、ご主人おっしゃる通りでパッと引っ込めばいいだけなんですよ。ただ最初からそういうところへ全く関わろうとしないというのもまたね、いろいろな学びのチャンスを自分から取っていくということになってしまいます。いろいろと必要があれば関わりを持ってみて、自分の中でその代わり和して同絶、和して同絶っていうものを持ってみてね、そして人々の関わりというものの中からお母さん自身が勉強していくって、そういうきっかけを持っていただけるとね、子どもの世界も広がってくるのかなと思います。口で言うのは簡単、行うのはなかなか難しいですけども、ぜひぜひチャレンジしてみてください。応援してます。